皆さんこんにちは。内科皮膚科医の友利新です。今日はですね、クレンジングの仕方なんですけれども、クレンジングってね、基本の木というか、スキンケアの一番ファーストステップですよね。なんですけれども、意外と患者さんに聞いてると、間違ってるっていうよりはやりすぎてたりとか、ちょっと違うなって思うようなやり方をやってるっていう方が結構多かったので、じゃあ本当は皮膚科医的に見たらこういう風にクレンジングってするんだよっていうことを、お話ししようかなと、やりながらね、実践しながらやっていこうかなと思います。ただちょっとその前にやりながらだとずれちゃうかもしれないので、ちょっとポイントを書いてみました。まずポイント1、皆さんね、目元とかやってると思うので、ポイントメイクですね、アイラインとかそのマスカラとかっていうのが、ポイントメイクをしっかりとリムーバーで落としてください。でそのリムーバーの落とし方なんですが、結構コットンにたっぷりつけてっていうことまでは分かると思うんですが、結構こうゴシゴシゴシってやっちゃう人多いと思うんですけれども、それは絶対ダメです。どういうふうにするかというと、リムーバーをつけてちょっと押さえるっていうことをやってください。これはまた実践します。でもう一つ目が、クレンジング剤はたっぷり、これは当たり前だと思うんですね。で今日はオイルクレンジングを使おうと思ってるんですけども、オイルクレンジングしっかりたっぷり使ってください。量も後で教えます。で次に順番、意外とね、のせる順番っていうのがあって、それは皮脂が多い場所になります。もちろんメイクが濃い場所っていうのもあるんですけれども、結局クレンジングすると乾燥するので、少しでも乾燥を抑えるためには皮脂が多い場所順にしてください。なので私は T ゾーンやって、頬やって目元っていう形でやってます。3つ目はゴシゴシ NG。これはね、皆さんよく分かってると思うんですけれども、であと皆さんね、メイクはゴシゴシして摩擦で落としてるって思ってるかもしれないんですけど、実は違うんですね。メイクはゴシゴシしてもしなくても落ちます。そうで、ゴシゴシしちゃうとそれは摩擦になっちゃうので、全く意味がないんですよ。なので、じゃあなんでメイクが落ちてるかっていうと、メイクはこの乳化っていうものをさせて落ちることになります。で乳化って何なのって思うかもしれないんですけども、メイクっていうのは基本的に油じゃないですか。で油を落とすためにはクレンジングの中の油が必要なんですね。なのでクレンジングオイルっていうのはしっかり落ちるんですけれども、そのクレンジング剤に入ってる油を、肌にのせることによってメイク自体はそこで浮いてきます。でも油だけだと水には流れないですよね。油ってベトベトしちゃうから。なのでじゃあ水にそれを洗い流してくれるようにするには、界面活性剤っていうものが必要になります。でこの油に浮いてきたメイクを、その界面活性剤を使って流すんですけど、その時にちょっとお水をピョッとつけると白くなりますよね。それを乳化っていうんですね。界面活性剤がお水と油を混ぜてくれるので白くなって、そうするとメイクもその油の中に溶け込んでるので一緒にメイクも落ちるっていうのが原理になります。なのでゴシゴシしなくても基本的には落ちるんですよ。なのでそれを今日ちょっと実践してみようと思います。はい、意外とお気づきの方多いと思うんですけど、今日はすごくメイクを濃くしていますって言っても分かんないかもしれないんで、適当にちょっとパパパパッと塗ってみます。こうパパパッと色が分かりますかね。でチークも結構濃いめに、分かりやすく、これメイクの動画じゃないんで、メイクうまい下手動画じゃないんで、ちょっと塗ってるよと、これぐらい塗っても落ちるよっていうのなので、アイラインも結構がっつりちょっと重ねて、でマスカラも一応ウォータープルーフというかお湯落ちのやつと、あと下にもつけてます。でただファンデーションで分かんないのかなと思うので、ちょっと濃いめをあえてここに塗っときます。こんな人いないと思うんですけど、一応分かりますかね。ここ濃いめの塗ってますっていうことと、あとリップももうちょっと足しときます。白衣でこれだとちょっと頭おかしい先生みたいになっちゃいますけど、これはいいとして。はい、じゃあこれで洗顔していきますんでよろしくお願いします。はい、じゃあ
やっていきます。早速で、さっき言ったポイントリムーバーね、それが結構ポイントで、パシャパシャ結構つけますよ。結構ね、こんな感じです。結構ついてますよね。わかりますか？わかりますか？でこれを見てこうやるんですけど、ここで皆さんねやりがちなのがゴシゴシしちゃうんですよ。そうじゃないんです。リムーバーって別にゴシゴシしなくていいんですよ。当てるだけでも全然いいんです。わかりますかね？ほら、結構こうやってでこう当てるだけでも結構落ちてるのわかりますか？結構わかりますかね。ね、じゃあちょっとやっていきます。これで結構ね押していくんですけど、じゃあ反対もいきますね。でただマスカラは私今お湯で落ちるタイプのやつを使ってるので、ちょっとそこはあれかもしれないです。でなんとなく、結構これだけでもアイメイクしっかり落ちてきてると思うんですけど、こんな感じで落としてくださいね。だからちょっとゴシゴシしたくなるところは上からこうトン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 って押す感じでもいいです。ただ横にはしないでください。上からこうするのは全然摩擦ではないんですけども、ゴシゴシこうね、こうすることが摩擦なので、気になる人はこういう感じで。これでも結構落ちてるの分かりますかね。じゃあこれをやったということで、次早速クレンジングオイルいきます。で最初これぐらい取るんですね。でもこれが全部じゃないです。これをどこに乗せるかって、さっき言いましたよね、順番が大事だって。私はこう T ゾーンにこういう感じでまずこうつけます。そうでこの時にこうくるくるしたくなると思うんですけども、もちろんなんか角栓が気になってる人は、10秒ぐらいですかね、くるくるっていうのがいいんですね。別にここにシミができたりしないのでなんですけれども、他のところはくるくるしないでください。だいたいこういう風につける感じです。こうね、縁をでそこでまた足します。で足してほっぺにこんな感じですかね。こんな感じかな。で目元にもこういうことです。で実はこれでさっき言ったみたいにこのクレンジング剤のオイルと混ざって、これだけでメイクが実は落ちてきてるんですよ。でただこれを洗い流さなきゃいけないので、さっきポイントだって言った乳化をします。一回ちょっと私の手はオイルだけなのでちょっと濡らしますね。でこうすると白くなってるの分かります？こう白くなってますよね。これが乳化なんですよ。これをして、じゃあちょっともうちょっと大変なことになったので洗います。よし、洗います。で洗う時もこう押さえるようにしてくださいね。ほら白くなってるでしょ。結構白くなってるでしょ。でしっかりすすぎはしっかり洗ってください。生え際ね、結構ね生え際にメイク汚れ残る人多いので、長さなんですけれども、さっきは長く喋りながらやったんですけど、クレンジングはほんと短ければ短いほどいいです。ただすすぎはしっかりしてください。はい、もういいかな。このぬるぬる感がなくなったらもう終了です。じゃあよいしょ。でこの時もゴシゴシしちゃダメね。これ意味ないですから。こう優しくね、肌を優しく、はいはいはい、どうでしょう。ほらついてない。ほらよかった。
ちゃんと落ちてますよね。よし、どうですか、わかりますか？落ちてる。さっきこう作ったこれ吸って落ちてますよね。でマスカラも結構見えないか、落ちてますよね。わかります？ちょっとすっぴんすいません、42歳のすっぴんですがこんな感じです。ちょっと色鎮があってチークじゃねと思っているかもしれないですけど、色鎮かもしれないです。なのでさっき言ったみたいに、ごめんなさい、そうなんです。これちょっとね、この前に新しい化粧品を使ったらニキビができちゃって、42歳でもニキビができるんだなと思うんですけど、これ洗い残しじゃないです。これニキビです。吹き出物か、すみません、吹き出物でした。なのでクレンジングっていうのはポイント、さっき言ったようにまずはポイントメイクリムーバーで押さえて取る。で次に順番をつける。順番で、T ゾーンからして、ほっぺして目元、それもゴシゴシは絶対ダメです。こうさっき私こうやって押さえてましたよね。これでお願いします。で最後ポイントはメイクは乳化で落とすので、お水をちょっとつけてこうパシャパシャってやって、そこでゴシゴシじゃないで、それでもう洗い流せば終わりです。私一切今日ゴシゴシしてないですけど、ここまで落ちます。なのでクレンジングでゴシゴシしてしまうと必ず摩擦になって、例えば肝斑が悪化したりとかシミが悪化したりしますので、しっかりと洗いたい人はゴシゴシしないで乳化をするようにしてください。で今ちょっと喋ってますけども、だんだん乾いてきたので、この後にしっかりとスキンケアをしてください。では皆さん、クレンジングの方法しっかりと守ってください。それではまた次回の動画で